ございます。さすがに3月になると夜が明けるのが早くなりました。海苔うまそうですね。これ洗って持って帰ろうかな、何本か。わあ、もったいない。でも驚き、チヌ狙ったんですけどチヌはおらず、なんとカニ。びっくり。あったかくなったら出てくるんですかね。びっくりした。嬉しい。まさかの予想外です。これは本当に。これはもう勝つ。残念ながらちょっとチヌいないですね。ここにはいないっぽいです。この回中身があるやつがこの間いたんですけど、以前にいっぺん食べて美味しくなかったんで、もう返しときました。海へ。硬いですよね、この回。味もあんまりないし。ゼロかと思ったらなんと1匹いましたね。こっちにもおらんやろうな。ベイカ卵です。2番目。今回は海苔が少なそうですね。抜けんから火にも飲み込みが悪く、途中に引っかかってもちょっとワイヤー短くしてみましたけど、まだ下が硬いんであんまり短くしたくないですね。車庫がちらほら。泥にうんざりするんで魚場を変えましょう。ここの方が泥がなくていいですね。動画これでかいっすね。2キロ級でしょ。うわ、でっかー。もう間違いなく年なし。
けど、ちょっともうちょっと沖まで来ています。でかい、これは本当にでかい。間違いなく2キロあると思います。思った感じも2キロ超えてますね。芝エビがもうだんだん沖へ出てるんでね、最初やってた他よりもうここの方が圧倒的に多いですね。もうめちゃんこ落ちてくるのが見えました。あと冷た貝の、もう毎年3月になったら必ずできますけど、冷た貝の卵の巣、丸いやつ。今回はもうおそらく夜のに25分かかると思いますね。もうむちゃくちゃ芝エビ見えましたからね。もう一匹、ここには冷た貝の巣はないはずです。揃うという方にはならずね、エビがいない。ここはそろり、クモガニですかね。名前忘れました。さっきのところどっち行くか悩みますね。ここのがエビがいないんで楽ですけど、ちょっとね餌エビも取らないといけないんで、でかいし。ここも冷た貝のこれありますね。巣昨日なかったんですよ。一晩で。今度はちょっと半分半分かけてやってみましょう。ただ船が多いんで今日晴れなんで、天気めっちゃいいんで思うようには通せれないですけど、結構船だらけ。半端に半分ずつかけるのが一番ダメっぽいですね。沖へ出しましょう、やめて。最初にカニがいてくれてるので少し安心はしてます。姫をこぜ、ここではカナをこぜって呼んでますけど、自分がやりだした時これうちゃうちゃいったんですよね。ほんとやばいぐらいやりましたね。こういうもんが一番に1個出てきてくれれば助かりますね。刺してないっす。
やないかい。寂しい。おー、でかい。あったかくなったね、こんなものまで。上にもかかわらずよく無事で、あったかくなるとね、これこう泥の中に埋まってるんですけど抜けてくるんですよね。なのでね、こう無事に入るやつが出てきたりしますね。うわ、すごい。これはこれ子ですかね。これ子を離すために抜けてくるんですかね。お、隠れエビも無駄にしないように。うわ、すごい。本当にすごい。これ何人前。いただいてるんですよね。マガキ、ちょっと養殖牡蠣。そういったも食べてみましょうか。両方とも。これこの間もいたんですよね。ちょっと見たことないですね。これここに筋が入ってるやつはしょっちゅう見るんですけどね。ツルツルなんですよ。今年初めて見ました。うわ、でかっ。よくぞ海に落ちずに。しかしツムがおらず。で終了です。今日はラストいかついほどいいものは来ませんでしたね。帰りましょう。晴れとったらいいと思ったんですけどね。お疲れ様でした。天気はめっちゃ良かったんだけど、早すぎ。はい。バッテリーがピンチです。はい、お疲れ様でした。いたもがき。量はカニ1枚のおかげでなんとか切り。はい、なんとか。チヌはそこそこです。はい。とマガキもらってるんで、養殖ガキとこれ食べましょう。はい。イタボとマガキです。ミックス。家族のためにハードワーク。今日も皆さんお疲れ様でした。ではギネスビールいただきます。栓抜き付き。もう匂いがすごい。もう開けた瞬間にコーヒーのような匂い。カラメル。黒ビール具合がちょっといただきます。すごい匂いですね。本当にカラメル。ドイツの方が昼からビール飲むのがこれ飲むとちょっと理解できますね。もうコーヒーみたいな感じで飲みます。ちょっとマスタードドリームでこちらの方が飲みやすい。コーヒーではなくなりました。
基本何の料理に合わせて飲むんでしょうかね。コーヒーとかカラメルの匂いですからね。注ぐ順番を変えていってみたいと思います。わからん。でも後者の方が好きかも。泡の感じが。かけ飯作ってみました。これは板棒柿ですね。もうこの貝柱取りにくいんですよね。こちらが真牡蠣、養殖牡蠣です。青のり。もう振ってる時点でめちゃくちゃいい匂い。取れたて乾燥したて青のりです。ただ乾燥させただけの青のりです。パリッといただきます。板棒柿いただきます。濃い。板棒柿はですね、味が濃い。それと貝柱がしわい。めちゃんこしわいっす。ちなみにしわいとは、しわいってなんて言えばいいかな、噛み切れないとか、こうそういう表現ですけど、岡山弁のゴムのような。ゴムのような感じ。標準語だと思って動画で使ったら岡山弁だと教えてもらって、真牡蠣いただきます。養殖牡蠣です。養殖牡蠣も美味しいですけど、板物の方が味が濃いんで、こういうものにするとちょっと板物の方が美味しいかな。あと海苔の風味がね、青のりの風味がすごいです。プレゼント企画をした時にどちらが美味しいか当選した人が教えてくださったんですけど、こっちの方が好きですというコメント読んで気づいたんですけど、なんと11月12月に送った人は板棒が美味しいって言うんですよね。1月2月に当選されてこちらから送らさせていただいた人はですね、養殖牡蠣の方が美味しいって言うんですよね。確かに1月2月養殖牡蠣が美味しい時なんですけど、そのコメント読んだ時に気づいたんですが、確かに板棒牡蠣ってあったかい時の方が美味しいですよね。自分が食べてみても寒くなるとね、味薄いっす。やっぱり岩牡蠣の種類なんでしょうね。岩牡蠣とかもなんかラジオさんが養殖してるのは5月とか6月ですよね、収穫が。板棒牡蠣も美味しい時期っていうのがあるんですね。今年もプレゼントすればよかったんですけど、去年当選された方にお送りするのに貯めてたんですけど、死んじゃってです。貯まるまでが大変で、結局他の漁師の方にも頼んでお送りするのはすごい大変だったんですよね。だからちょっと今年はもう死ぬかなと思ってね、やめたんですけど、水温が関係あるのかどうかわからないですけど、もしねまたこう死なないようであれば、またプレゼントは企画の時にね、板棒もやってみたいと思います。今回は皆さんご視聴ありがとうございました。